ランジー、リンリンごきげんよう、リンです。いつもありがとうございます。今回はリクエストライト考察です。このコーナーでは視聴者様からいただいたリクエストにお答えしていきます。皆様の考察のお力添えができましたら幸いです。それではリクエスト読み上げます。イディアの左目には秘密がある説を説いてくれました。ツイステオープニング映像にて各領長のおまぼろが示唆されるシーンで自分の左目を押さえるイデア。ツイステオープニング映像の終盤、イグニハイドのターンでオルトの胸元の火は消えており、イデアの顔は右側しか見えない。左目は隠されたまま。式典服グルービーの絵及び設定資料集の表現設定画でイデアの左目が隠れている。なぜイディアにはこのような左目を隠す描写があるのか、そこを疑問に思って考察してくれたそうです。ヘラクレスには運命の3人の女神が登場する。彼女たちは一つの目玉で過去、現在、未来を見ることができ、実際に未来についてハデスに助言をした。もし崖もイコール運命の3人の女神の使うユニーク魔法が、一つの目玉で未来を相手に見せるものだとしたら、オープニング映像でイデアが左目を押さえているのは、彼女たちの魔法によって未来を見てしまったという描写ではないか。そしてその伏線としてイデアの左目が隠れる描写があるのではないだろうか。イデア自身のユニーク魔法としては召喚系、反言系、記憶操作系のいずれかの予感がするが、正直まだわからない。最後に大事にしていること、もしオープニング映像でのイデアが自分の左目を押さえている描写が未来を見てしまったことを表すならば、ハデスしかり見えた未来は危機的なものだったはずだ。もしかしたらイデアは自分がオバブロする未来を見てしまったかもしれない。もしそうならイデアは自分のオバブロルートを回避するためにあらゆる手を尽くすだろう。そして手を尽くすあまりにヴィランになってしまい、最終的にオバブロしてしまうのではないか。というのが現時点でのリクエストくれた方の考察だそうです。何はともあれ、6章はイデアが行動を起こさざるを得ない何かが待ち受けてるはずだ。楽しみである。楽しみですね。ということで、少々早口で参りましたが大丈夫でしょうか。いろんな要素を含めてリクエストくださっております。ありがとうございます。おそらく着眼点は崖物モチーフであろうディズニーアニメーション映画ヘラクレスに登場する運命の3人の女神の要素がイデアのオーバーブロッドと関連性があるのではないか。そしてツイステッドワンダーランド内の演出等で隠されるシーンが多いイデアの左目が気になるといったところでしょうか。まず2つに分けて考察していきましょう。1つ目が運命の女神を見ていきましょう。そして左目について次に考えていきましょうか。ではいきます。3人の運命の女神モイライ。ディズニーアニメーション映画ヘラクレスに登場する3人の運命の女神。彼女たちの能力を見るとギリシャ神話の女神モイライが思い起こされます。彼女たちは糸を紡いでいて、その糸というのは人の寿命を司っているとも言われております。彼女たちが糸を切るとキャーッと悲鳴が上がって死者が冥界に舞い降りてくる、そんなシーンもヘラクレスでは登場しています。そしてこの運命の女神のキャラクターデザインなんですが、もう一つ実はモチーフがあると言われています。それはグライアイというこちらもギリシャ神話の女神たちなんですが、モイライとは別の三姉妹になります。グライアイはエニュオ、戦闘を好む、パムプレド、意地悪な、デイの恐ろしいという名前を持つ3人組。彼女たちは一つしかない歯と目を姉妹で共有しているとされています。またその姿は生まれた時から老婆のように老いている姿をしていたとも言われています。ギリシャ神話のモイライは各々が健康的な目と歯を普通に持っています。それに対しヘラクレスに登場する3人の運命の女神は見た目が老婆で一つの目を3人で共有しています。そこから能力的にはモイライですが、その姿はグライアイのようです。ここで浮かび上がるキーワードは共有です。モイライがモチーフと思われるガケモたちが対象と視界やビジョンを共有できると考えることもできなくないでしょうか。それは過去も現在も未来も制限なく、魔法をかける側が意図した映像を相手に投影できるとか、それを共有した時に何か起こったとか考えることもできるかなと思いました。実際ハデスが3人の運命の女神から予言を受けるとき、その一つの瞳からビジョンを投影し共有されていました。イデアも同じような場面に遭遇するのかもしれないですよね。ハデスは3人の運命の女神から18年後、惑星、星たちが一直線に並ぶとき、タイタン族を解放すればゼウスを打ち倒し、ハデス、お前が支配者となる。ただしヘラクレスと戦うことになれば負けるという予言を受け取っています。
この時も一緒に目を覗き込んで映像を共有しているので、単に未来予知や予言だけではなく視界共有の可能性もあるかもしれません。また、予言にある18年後というのもキーワードになっているのかなと思っています。イディア兄様は18歳なので、ハデスが運命の女神から受けたこの予言に関係して18歳だと思うんです。18歳になったイデア、監督生と出会い、どうなってしまうのでしょうか。ヘラクレスはハデスから問題児と言われています。監督生もイデアから君が噂の問題児と言われているので、もしかしたら監督生の存在がイデアが企てたことに対して邪魔になる可能性もあるかもしれませんよね。それを知ってしまったとか、読書が待ち遠しいですね。左目について、右目は過去を、左目は未来を見ると言われているそうです。それがどこから来ているかというと、大脳生理学や神経医学の分野から来ているそうです。どういうことかというと、簡単に説明しますが、右脳と左脳が司る分野が関係しているそうです。右脳はイメージとか芸術性や創造性の分野で作り出す、生み出す作業をする脳なんですね。一方、論を立てるとか理屈っぽい部分、記憶を引っ張り出してくる作業を左脳がしています。目とか手とか脳はクロスしてつながっているじゃないですか。左目は右脳で、右目は左脳が動かしている。なので、イメージや芸術性や創造性の分野で作り出す、生み出す作業をする右脳は左目につながっていて、論を立てるとか理屈っぽい部分、記憶を引っ張り出してくる作業をする左脳は右目につながっている。なので、右目は過去を、左目は未来を見ると言われているそうです。よくどちらかの瞳を隠している人物は過去または未来を見たくないという意思を反映しているとも言われたりしています。リクエストで言ってくれているオープニングのシーンなんですが、必ずしもオーバーブロッドを示唆すると断定するには早いかなとも思いますが、気になるシーンを見ていくと、左目を隠すのがもし未来を見たくないものだとすると、自分の未来かもしれないし、オルト君のことなのかもしれないですよね。オーバーブロッドするキャラについてはコメント欄とかいただくメッセージとか、その中でもいろいろあるみたいで、キービジュアルで下に流れている墨、インクに映っているキャラのエンブレムの人とかいろいろね、あると思うんですが、まだ断定はできないと思います。イデア自身ではないかもしれないですよね。ここからあくまで可能性として考えていることなんですけども、ここでさっき出した共有というキーワードも考える余地はあると思っていて、オルトとイデア何か共有してないかなと踏んでるんですね。学園での扱いも2人で1人のカウントで、オルトは生徒ではないということが5章のストーリーで明らかになっています。同伴入学してそれを特別許可してもらっているわけですよね。そこまでの理由があるってことですよね。例えば魂の共有とかしてないかな。いつも一緒にいるのはお互いに好きなのもあるかもしれないんですけど、やっぱりある程度一緒にいないとやばいっていうこととも取れると思うんです。オーバーブロッドして影響があるのはイデア一人だけなんでしょうか。デュース、必ず味方してくれるキャラクターが5章のタイミングでユニーク魔法が使えるようになったのも、そうじゃないとやばいからじゃないかなって思ったりはしています。少し別の話ですが、ディズニー出版のみんなが知らないシリーズで魔法で生命体を作る方法があって、それは自分の良い部分を詰め込むことなんです。自分の性格とか歌声とか、とにかく自分のいいところを渡すと魔法生命体ができるという描写があるんですね。性格が正反対なシュラウド兄弟ですが、何か関係ありますかね。オルト君の正確な継承元があるのを示唆したセリフが、星に願い物、レオナの願い事を回収する回で言及されています。この性格も継承してが元のオルトからなのか、自分のことなのか、兄弟揃ってもともと明るかったのかもしれないし、魔法って不思議なもので、良い部分を与えた創造主は自分のいいところが思い出せないそうです。まだいろいろ考えられるかなとは思います。そしてレオナがイディアに対して、お前の弟、お前に似てないなというセリフもあまりに唐突だと思いませんか。そして作られた魔法生命体は、もらった良いところを創造主に返す方法もあるんです。それは自害すること。自らが生きるのをやめることです。悲しげに心臓部を燃やさないオルトは何を思っているのでしょうか。
オルトはハデスの手下であってメグの要素も持っていると私は考えています。メグは2度、自らの魂を大切な人のために捧げます。彼女の象徴ともいえる魂。オルト君のキャンディーは魂のキャンディーです。この2人には幸せになってほしいですが、もし未来を見たのなら、一体どんな未来だったんでしょうね。ということで、今回はここまで。ごきげんよう。